はい、こんにちは。石川正義です。今回はですね、チーズケーキを作っていこうと思います。で、チーズケーキの中でもベイクドチーズを作っていくんですけども、湯煎焼きでね、しっとりと仕上げていこうと思います。で、しっとりとね、濃厚に仕上げてしまうと、量をね、食べれないっていうことも起こりがちなんですけども、いいのか悪いのかわかんないですけども、いっぱい食べてしまうようなベイクドチーズ、これをね、ご紹介していきたいと思います。では材料から見ていきましょう。牛乳、グラニュー糖、コーンスターチ、卵黄、無塩バター、ホワイトチョコレートでバニラペーストですね。これはバニラビーンズでも構わないです。でこれで軽いカスタードクリームを炊いて、でクリームチーズですね。で卵白とグラニュー糖、これで少しメレンゲを作ります。で酸味をつけるためのレモン汁ですね。では作っていきましょう。紙をパウンド型の縦横それぞれの側面までの長さをカバーできる大きさに切っていただいて、型の底に合わせて折り目をつけていきます。で折り目がついたら、折り目の交点に向かって斜めに切れ込みを入れていきます。切れ込みは交点よりも少し深く底の部分まで伸ばしていきます。こうやって少し深く入れることで紙が型の形に沿いやすくなってくれます。で4つの交点に切れ込みを入れたら、それを型に敷き込んでいきます。そこの4辺に当たるところを沿わせてあげたら、四隅の角にも折り目をつけていってあげます。折り目をつけてあげることで、今はね沿っていなくても生地を流し入れると沿いやすくなってくれるようになります。こんな感じに敷ければ大丈夫です。では中に入れる生地を作っていきます。クリームチーズはヘラなどで練って塊の部分がないように滑らかにしておきます。もしねクリームチーズが硬くて練れないっていう場合は、少しの間常温に置いて温度を上げてからほぐしてあげてもいいです。こんな感じに滑らかになれば大丈夫です。ではカスタードクリームを作っていきます。まずは卵黄を軽くほぐしたら、バニラペーストと砂糖を加えて混ぜていきます。で砂糖を混ぜてすぐにね手を止めてしまうと、卵黄のダマのようなものができてしまうので、20秒ほどすり混ぜ続けてあげます。次にコーンスターチを粉が見えなくなるまで混ぜて、そこに牛乳を2回に分けて加えていきます。最初は少しだけ加えて均一に伸ばせる土台を作ってから残りの牛乳を加えていきます。では牛乳まで混ぜたら鍋に移してこれを炊いていきます。火加減は弱めの中火でいいかなと思います。はじめはシャバシャバの液体なんですけども、これを絶えず混ぜ続けていると、そこに当たっている生地が急激に固まり出してきます。そこで混ぜるのを止めずに全体が滑らかになるまで混ぜていきます。こんな感じに滑らかになれば火を止めて、そこにコクを出すためのホワイトチョコレートと無塩バターを加えて、カスタードの熱で溶かしながら混ぜ込んでいきます。
ではこれがきれいに混ざったら、これを先ほど滑らかにしたクリームチーズに加えていきます。これをね、ホイッパーでチーズの塊がないように混ぜていきます。カスタードクリームの熱があるので、クリームチーズもね、どんどん柔らかくなって混ざりやすくなっていきます。で、シュークリームなんかに詰めるカスタードはそのまま食べるので、もっとね、しっかり火を通すんですけども、今回のカスタードはこの後オーブンでも熱を加えていくので、滑らかなクリーム状になればそれで OK です。では全体が混ざって綺麗なツヤが出て滑らかになれば OK です。ここに爽やかな酸味を加えるためにレモン汁を加えておきます。これもね、混ざれば OK です。では最後のパーツのメレンゲを作っていきます。ここがね、結構ポイントになってきます。卵白に砂糖をすべて加えて泡立て始めます。で、メレンゲの立て具合なんですけども、柔らかめに立てていきます。立て始めは透明感のある状態から全体が真っ白になって気泡が細かくなってきます。そこからもう少し泡立てていくと、ホイッパーの通った後に筋が残り始めるので、それぐらいまで泡立てていきます。ホイッパーで持ち上げるとゆっくりと垂れていく液体くらいのこんな状態にしていきます。これくらいの状態のメレンゲの気泡は全てね、細かい状態なので、それをね、混ぜたものもキメが細かくなりやすくなってきます。では生地にメレンゲを加えていきます。メレンゲはさっくりと合わせるんじゃなくて、これはね、しっかりと混ぜていきます。全部きれいに混ざったかなと思ってから、もう一度ね、しっかりと混ぜてあげる感じですね。これで気泡をある程度潰してあげるのもしっとりと仕上げるコツになってきます。これで生地が完成したので、型に注いで焼いていきます。生地を型に入れたら、四隅まで紙を広げてあげて、生地をしっかりと四隅まで入れてあげます。で、これを湯煎につけて焼いていくんですけども、生地の表面の高さ近くまでできる限りお湯を入れた湯煎につけて焼いていきます。オーブンは150度で30分焼いた後に温度を140度に落として10分。で、その後にさらに130度に落として10分。計50分焼いていきます。140度に温度を下げてからの後半なんですけども、蒸気がオーブンの中にこもりすぎてしまうと、ケーキがね、余計に膨らんで亀裂が入ってしまうので、亀裂が入る予兆が見えたら、その後はね、定期的にオーブンの扉を開けてあげて、庫内の蒸気を外に逃がしてあげてください。では、オーブンから出したら湯煎から外していきます。このプルプル感たまらんすよね。では、室温まで冷ましてから冷蔵庫で冷やして明日食べるようにしていきましょう。で、翌日ですね、型から外してカットしていきましょう。熱い湯煎に型ごと少しだけつけて、型の周りの油分だけを溶かしてあげたら、型から外して紙を剥がして完成ですね。で、カットするときは包丁を熱いお湯につけて温めてから切ると断面がね、すごく綺麗に切れてきます。
はい、ではいただきます。柔らかい。結構ジューシーな感じしますね。ちょっとトロトロ感っていうか、滑らか感がね、すっごいいいですね。メレンゲをね、あんまり立てずに入れたと思うんですけども、そのね、メレンゲの細かい気泡がね、シュワッとしていくのがわかりますね。それで口どけいいんですよね。これ最初にも言いましたけども、もう焼いた1本ね、すぐ食べちゃうやつですね。いやー、口どけいいですね、これ本当に。はい、ごちそうさまでした。今回ね、ベイクドチーズを作っていきましたけども、いや本当にね、もう誰もが好きな一品になってると思いますので、ぜひ作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。